今回は FF7 のユフィの手裏剣を作ってみました。作り方をじっくり解説しますので、興味ないねと言わず最後まで見てね。こんにちは、コスプレイヤーの逆だよ。今回は FF7 に登場するユフィの十字手裏剣を作ってみました。FF7 のオリジナルの方のデザインを元に作ってます。このようにマテリアを付け替えることもできます。では、早速みんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。型紙を使ってその形に切り出していきます。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から残りのパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃を加工していきます。中央をボールペンで強くなぞって折り目をつけます。刃の先端に少し切れ目を入れます。これをしておかないと後ほど角度がつけられません。何のこっちゃと思うかもしれないですけど、やってみるとわかると思います。手で曲げて山折りに癖をつけます。曲げ終わりました。切れ目を入れた刃先を寄せて、そこにグルーガンを盛り付けて固定してしまいます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。なお、中は鉄の棒になっており、とても丈夫な素材です。切った園芸用の棒を瞬間接着剤で接着します。引き続き、もう一枚の刃も瞬間接着剤で接着します。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。同じものを4個作ったら、これで刃の組み立ては完了です。逆ヨガ FF7 の動画は他にも色々とあります。よければこの動画の後にでも他の動画も見ていってくださいね。本体内部に仕込むフレームを作ります。プラスチック段ボールを使います。こちらはホームセンターで買いました。カッターで切り抜いていきます。COS ボードだけでも形にはなると思うのですが、重みで垂れてきそうなので、今回はこれを使いました。2枚切り出したものを瞬間接着剤で貼り合わせます。この際に段ボールの目がクロスするように貼り付けると強度がより上がります。できたものはとても硬く、そうそう簡単に曲がることはありません。フレームができたので COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着していきます。瞬間接着剤を多用してますが、100均ので OK だよ。後ほどマテリアを取り付けるための磁石を埋め込みたいので、くぼみを作ります。まずは対象となる箇所を一度切り抜いてしまいます。切り抜いたものを元の場所に少しずらした状態で戻します。その状態で瞬間接着剤で固定することでくぼみを再現します。ネオジム磁石を瞬間接着剤で接着します。ネオジム磁石は100均やホームセンターに売ってます。磁力がとても強い磁石です。くぼみになった箇所は後ろが飛び出てますので、裏返してカッターで切り落としてしまいます。
先ほどまで加工していたパーツを瞬間接着剤でフレームの方へと接着します。パーツの端と端を接着します。このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。中央に円形に切り出したパーツを瞬間接着剤で接着します。ポンチを使って COS ボードを丸く切り出します。ポンチはホームセンターで売ってます。切り出したものを瞬間接着剤を使って接着していきます。本体の横側に帯状に切った COS ボードを順次接着していきます。こういった箇所も接着しづらいので、アルテコスプレーを併用してやっていくとやりやすいです。四隅に瞬間接着剤でパーツを接着していきます。薄い COS ボードから切り出した縁取りパーツを瞬間接着剤で接着していきます。これで組み立て作業完了。次は塗装に行くよ。逆用語。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う場合でも OK です。マテリアを作ります。東急ハンズで買ったプラスチックボールを使います。まずは銀色にスプレーで塗ります。そしてクリアグリーンなどを塗っていきます。なお東急ハンズというのは都市部などを中心に展開している何でも売ってる店です。コスプレイヤーの御用達ショップですね。通販もやっているのでお店に行けない方は通販で買ってみてください。COS ボードをボールの内側に仕込みます。最後にネオジム磁石を接着します。刃とマテリアを取り付けます。一通り取り付けたらこれにて完成です。トゥルトゥ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 。全長は94センチ、重量は 250g となっております。製作時間は8時間、材料費の目安は2000円です。中に硬いフレームを入れたのでとても丈夫な仕上がりです。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。ちなみに僕は FF7 を初めてやった時、ユヒーの仲間にさせ方をわからず、加入させないままクリアしました。同じような人結構いるんじゃないですかね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。